生産効率性を上げ、限られた時間内でも成果を上げたい。でも、具体的にどう考えればいいのかわからない。事務所や工場などの職場でこのような悩みはありませんか？この動画では参考になる考え方を解説します。前回の動画では仕事の効率化シリーズ第1弾として専従時間と非専従時間についてお話しさせていただきました。この動画では付加価値作業と非付加価値作業についてお話しします。早速ですが事例で説明していきます。バルブの組み立てをもとに説明していきたいと思います。ここではまずはバルブを組み立てる。その後に漏れ検査を行う。もし漏れ不良があるものが出てきたら手直しを行うといった工程を考えてみます。付加価値作業とは作業により製品やサービスの機能や価値を向上させるものとします。一方、非付加価値作業とは作業により製品やサービスの機能や価値を向上させないものとします。組み立て、検査、手直しの各工程は付加価値作業でしょうか？それとも非付加価値作業でしょうか？組み立て工程は必要不可欠な工程であり、付加価値作業と言えるでしょう。一方、手直しは本来ない方が良い工程であり、非付加価値作業と言えるでしょう。検査工程は一般的には検査そのものが付加価値を生み出すものではないので、非付加価値作業と分類されることが多いですが、場合によると思います。例えば、医療や航空機業界など、高水準の品質が求められる場合には、厳格な検査自体が付加価値として捉えられていることもあると思います。製造業に限らず、どの業界でもそうですが、いかに非付加価値作業を減らして、付加価値作業に専念できるかといったことが重要です。工場でよくある例としましては、不良率の削減やぶどまりの向上といったものが直接的な目標として掲げられることも多いでしょう。その他、非付加価値作業として挙げられやすいものとしましては、例えば段取り替え、棚卸し、不良対応、物を探す時間、情報検索、待ち時間などが挙げられます。これらの時間をいかに減らしていけるのかといったことが大事になります。注意点としましては、短期的な視点だけで判断しないということです。例えば、2S 活動や清掃について、今日だけの生産性を見れば、そのような活動をしない方が生産時間が伸びるかもしれませんが、中長期的な視点ではどうでしょうか。2S 活動や清掃により、段取り替えや物を探す時間が減らせ、中長期的にはメリットの方が大きくなるでしょう。また、検査をすることで不良の流出を防ぎ、トータルの不良対応時間を減らせるという可能性もあります。将来的に担当者が変わり、業務を引き継ぎしなければならないこと、また、機械化へ向けた工程の整理など、1週間、1ヶ月といった単位ではなく、1年以上の中長期的な目線で取り組んでいく必要があるものもあります。自分が携わっている業務は何の役に立っているのか、このような4象限のマトリックスで整理してみるのもいいでしょう。横軸は今か未来かの時間軸。縦軸は自分の部署か会社全体かの場所軸となっています。例えば、丸1の象限は会社全体の今に関わること。丸2の象限は事務所の今に関わること。丸3は会社全体の未来に関わること。丸4は事務所の未来に関わることとなります。経験が浅いほど丸2の事務所の今に関わることしか見えないものです。上司から言われて普段やっているけど何の役に立っているのかよくわからないといった業務であっても全体で見ると実は役に立っているということもあります。今だけでなく未来を。
一部署だけでなく会社全体をいかに視野を広くして物事を見て考えることができるのかといったことが重要です。具体的にどのようにすれば視野を広げられるのかについては、過去動画でも紹介させていただいていますので、合わせて確認いただけますと幸いです。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。